CX30 の燃費を見てきます。では燃費のシーンに先立ちまして、加速とかの話をしたいので、これから高速道路に入っていきます。50キロ以下まで落として、車いないので、シフトセレクター D レンジで踏んでいきます。じゃあじわっと踏んでみます。はい。やっぱいいですね。今ちょうど100キロで3速に入ったところです。じゃあこっからは CX30 のガソリンモデル、追加された eSky Active G マイルドハイブリッドに試乗して、エンジン、ミッション、加速感、燃費など取り上げていきます。動画は加速時の印象から始まり、燃費の話題へと続きます。触れたい点いっぱいでしたので、前半後半と2部構成です。じゃあこっからは、制限速度でね、守って走っていきたい、走っていきたいんですけれども、ちょっとねもう一回踏みたいですね。ごめんなさい。じゃあ今度マニュアルモードでいきますね。もう全然後ろ車いないので、常識的な範囲で減速して、マニュアルモード3速2速3000回転から踏んでいきます。はい。結構マニュアルモードだとね、ダイレクト感強く次のギアにつながりますね。で加速の姿勢は、やんわりとリアを結構時間かけてじわーっと沈みながら加速していった感じですね。これがちょっと加速感を、盛り上げてくれるというか、加速してる感じをねより強めてくれます。本当加速力自体はそんな特別なことはなくて、普通ぐらいでもそうですね。その前にやっぱりこのねステップ式 6AT の加速感、これいいですよね。もうねこれいつも言ってますけれども、いいのでね、もう何度言っても気持ちいいです。なので何度でも言わせてください。ごめんなさい。トルココンバーターっていうかね、このミッションについて続きの話。この車ね、滑らかさが強調されている、マツダの 6AT の中でも滑らかさが重視されているようなね AT、そんな印象を受けます。でそれがどこからというと、ロックアップの領域がね少し少ないような、逆に言うと、トルコンを返している時間が長いような、そんな感じの時があります。例えば低速の時とか、ちょっとアクセルをねパタパタするような場面で、ふわりふわりとしたね、トルコンスリップしている時間が感じられますし、あとね、今できるかな、例えば2速などでホールドしていても、この、3速でいきましょうか。ちょっとね踏み直した時にふわりふわりといくところがあったりね、そういったところで、D レンジに入れておくと滑らかさ優先で、マニュアルモードにするとね、もうそこはダイレクト感バッチリです。で続いて加速感の話。加速力でいうと、ちょうどね同じ PEVPS というマツダの 2000cc エンジンで、この前 CX5 に乗ってきました。でそれの比較で言っています。でここ比較で言うと、こっちの CX30 の方が、軽さ感、軽快感、速さ感感じます。でギア比はねこっちの方がロングって感じですね。今も2速だいぶ引っ張って、100キロで3速っていった感じでした。でそうですね、最初のイメージですと、そんなに変わらないだろうっていうところあったんですね。車重120キロの差で、ギア比がね CX5 の方がトルク型です。最終減速比 4.6 程度で、こっちの CX30 が 4.3 程度でしたので、使う回転数こそね差はあれど、加速感にそんな体感できるような差はないかなっていう印象というか、そういったところはちょっと思ったりしていました。でもやっぱり乗るとねこっち軽快感あります。でこれもしかしたらそのスロットル特性がねこっちの方が元気よくなってるのかなってちょっと思うところもあるんですけれども、これちょっとね比較しないとわからないぐらいのところです。で質感に関する部分、
ごめんなさい。今日も安定の250円区間です。で、質感はね、ある程度ね、高回転でパワー的な盛り上がりはある。でも音とか振動の盛り上がりはなくて、結構ジェントルって言ったらいいのかな。ジェントルな印象が強いエンジンかなと。なんでしょう、これもね、搭載する車とかその積み方によって違うので、ちょっとね CX5 とは違う印象を受けています。これ CX5 前期後期と比べてもどれとも違うっていった感じですね。でね、この車でいいと思うのはハンドルに伝わってくる振動がね、ほとんど感じられないです。回転数によっては全く振動伝わってこないんじゃないかぐらいにね、シャットアウトをされていて、これがハンドルを回す滑らかさ、そういったところにもねつながってきて、質感、ラグジュアリーというか滑らかな高級感、そうした印象にねつながります。実際はペダルとかねフットレストなどではちょっと伝わってくるんですけれども、実際に手で触れるのはこのステアリングですし、一番敏感なね手の部分、ここの振動が少ないのがいいかなと。さすがにアイドリングの時の回転数はねちょっと振動あるんですけれども、走ってる時間はそれがなくていいです。 CX30 の燃費を見てきます。今日はマツダのハイブリッド 24V マイルドハイブリッドということで、自分たちね初めて触れるシステムです。なので興味津々です。で、走ることは、コースを1周、だいたい2時間ぐらいのところを2人のドライバーが半々で走って平均の燃費を見ています。で、条件は AC がオンで、風量1メモリ、冷房の方向で風を出します。それからアイドリングストップをオンで走ってきます。このシステムね、アイドリングストップの停止と回復にいろいろ定評、好評なシステムみたいですので、今日はねいつもと違ってアイドリングストップをオンにして走ってきます。で、自分今日リアシートからのスタートですので、途中でまた、この車の快適性ですとか、あとちょっとねスペックなんかも今日は述べつつ、折り返し地点に向かってドライバー交代してと、そういった流れになっています。それでは行ってきます。途中経過です。ここまで10キロちょっと走ってきて、出てる燃費は 11.6 キロ。ちょっとねまだ距離足りないというか、多分長い区間を見てるようなので、もうちょっと走ってるうちにねもう少し上がりそうです。で、ここ走ってるうちにね、快適性と、その他の話をさせてください。まずね、快適性なんですけれども、静粛性は結構いいねって、質感高いねって思えるところがあります。で、乗り心地は、そんな良くないというかね、他が重視されているような、そうした印象です。でね、その乗り心地なんですけれども、結構ゴツゴツ目立って、マツダ車って言ったらこんな感じっていったところかな。その代わり曲がっていく時とかね、そのハンドル持った時に、ステアフィールスローなんですけれども、ギアレシオスローに感じるんですけれども、でもクイックなところがあったり、滑らかさがあったり、この CX30 ならではのね高級感みたいなところを味わえますので、どこを取ってるかといったところでしょうかね。で、そんな乗り心地はフロントシートにいると、普通にゴツゴツが気になるぐらいの硬さで、前に座ってるとね、リアサスペンション柔らかく感じられます。で、実際に今こうしてリアシートに座ってみると、そんなね硬さはないのかな。でもあれですね、細かなブルブル感が続いたり、跳ねるようなねぐんと突き上げを感じたりしているので、やっぱりリアシート割り切られてるんでしょうかね。どっちかというとね、乗り心地よりもスペース的な部分とか圧迫感、閉塞感、こういった部分でね、自分身長172センチで前のシートとか頭上ちょっと圧迫感ありますので、そうですね、こういったところを気にされる場合でしたら、あと30万出して CX5 を選んでねみたいな、そういうねマツダのラインナップでしょうかね。そんな感じのリアシートで、快適なのはフロントシートの方かなと。で、静粛性ね、結構この車らしさのある質感の感じる部分があります。それはねあれです、いろんな音がまろやかなんですよね。
まろやかっていうのは、音ってその倍音成分とか、それから中高域のね、耳につく音域ってあるんですけれども、その辺がね、よくカットされていて、まろやかマイルドに聞こえるノイズの音質です。結構ね、エンジン音とか聞かせる方向の作りしてるんですけれども、マイルドに感じられて、耳障りではない。今聞こえてるね、ウインカー音聞こえるかな。これも、中高域とか高域がカットされたね、こうコツコツした音でね、統一感がある。それからね、ロードノイズ。ロードノイズは、100Hz 以下、もしくは 150Hz 以下ぐらいの、すごい低周波のね、低音の音はよく響きます。でもここもね、まろやかに感じられる音質になっているんですよね。なので、車に乗っている感覚、走っている感覚、そういったものはしっかり感じさせながら、可能な限りね、耳障りに感じないノイズに仕上げよう。そういったちょっと欧州車にも似たようなね、静粛性が感じられて、で、欧州車っぽいってことは、やっぱりちょっと自分なんか高級感みたいな印象を受けますので、高級感とも言える、そういった感じのね、音色のノイズ。これがね、いい雰囲気です。で、あと続いて、ちょっとこの車のスペックです。CX30 の e-Sky Active G。これね、YouTube にそんなに動画が多くないっていうかね、もうないことはないんですけれども、数少なかったので、ちょっと、スペック的な部分をね、紹介させていただきます。形式は DM 系でいいのかな？DM なんとかっていう形式で、グレードはマイルドハイブリッド e-Sky Active G の 20S マイルドハイブリッドというのにね、現在載っています。お値段は246万円。ちなみに CX5 は276万円スタートですから、ちょうどね、30万円安い計算になります。で、同じ形式のエンジンと、それから同じ 6AT です。ギア比は違います。で、今現在、2023年現在、CX30 はね、e-Sky Active G、e-Sky Active X、それからディーゼルと3タイプが揃っています。で、今乗っているのが246万円の e-Sky Active G の 20S というグレードです。ボディサイズは全長4395、4400の、全幅1800っていったところでしょうか。王道的なね、ミドルサイズといった感じのボディサイズです。車重はね、1420キロで、デビューは2019年だったかな。で、この e-Sky Active G は2022年の秋口に登場しています。なので今から見てちょっと半年ぐらい前に出てきた車ですかね。で、今日乗ってる車体はオドメーター8000キロで2023年式の車体になります。じゃあこんな感じでね、次の折り返し点まで向かいます。折り返し点です。さあ、ただいまの燃費はいかがでしたでしょうか？20キロ走りまして、13.5 キロでした。はい、ありがとうございました。燃費 13.5 キロといったところです。どうでしょう、他の方のデータとかね、ネットで見ると、13キロぐらいということでしたので、大体予想通りか、あと今日ね、走ってる条件いいので、もうちょっと伸びてほしかったなというのもね、感じられます。そのあたりね、残り半分自分が走ってきて、どうかというのをね、これから進めていきます。じゃあとりあえず一旦ね、これで、準備をして、再開するという形になります。すいません、ここからの後半は別動画になります。動画長くなっちゃったのと、加速中の質感に関する話、これは燃費見ながらですと難しいので、前半後半に分けた次第でございます。時速60キロでね、もう6速に入りますので、60キロ以下でも入るかな。なので6速で走れる時間をなるべく伸ばすみたいな乗り方がね、燃費伸びそうです。ごめんなさい、6速ってね、後半もぜひご覧いただきたく思いますし、できましたらチャンネル登録や他の動画のご視聴で応援いただけますと、充実した企画というか市場レポートを続けていくことが可能になります。本当におかげさまでチャンネル伸びているんですけれども、経費いくとね、すいません、まだ赤字でございますので、ぜひというかすいません、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。